こんにちは、What's up? 忍者パニーズポッドキャストへようこそ。忍者先生です。こちら今日も日本語の勉強頑張っていますね。このポッドキャストは毎回優しい日本語で便利なフレーズや日本の文化を紹介します。今日はポッドキャストを始めたきっかけについて話します。それでは始めましょう。はい、今日は初めてのポッドキャストなので、ちょっとイントロもスクリプトを見ながら話しました。テンポが悪くてすいません。はい、どうですか？私の声、きれいに聞こえていますか？今はちょっとね、このピンマイクを使って音を取っているんですけど、そのうちいいマイクとかを買ってもっとプロっぽく撮りたいと思います。まあ今日は、はい、きっかけですね。ポッドキャストを始めたきっかけについて話します。一番のきっかけは私のオンラインレッスンの生徒さんたちです。生徒さんたちはみんなね、最近ポッドキャストを使って日本語を勉強しています。一人はいつも運転しながらポッドキャストを聞いていると言っていました。それから一人はシャドーイングにポッドキャストを使っているそうです。ポッドキャストの日本語を聞きながらその声のすぐ後を追って練習するっていう方法ですね。そして一人はいつも海の近くを散歩しながら、ポッドキャストを聞いているそうです。ジェイスさん聞いてますか？はい、そうそうそう。そしてなのでリスニング、シャドーイングだからスピーキングの練習もできますね。あとはそのポッドキャストのスクリプトを書く練習をしている生徒さんもいます。だからライティングも勉強できます。練習できます。めっちゃいいですね。なので、私も生徒さんの力になりたい、サポートしたいと思って、ポッドキャストを始めてみました。で、このポッドキャストのレベルはだいたい N5 から N3 レベルの、日本語を勉強している人が、分かりやすい日本語で話していますとか、スピードちょっとゆっくりめに話しています。なのでもし N2 とか N1 の人がこのポッドキャストを聞いたらちょっと簡単すぎと思うかもしれません。でも関係ないですね。結構自然な日本語で話していると思います。なので、N5、N3、N3 の人にくらいの人にぜひ聞いてほしいと思います。はい。あとはそうそうそう。なのできっかけの一つ、一番大きい理由の一つは私の生徒さんです。それから二つ目の理由は、私今まで YouTube にいろんな動画をアップロードしてきたんですけど、私が日本語だけで話している動画って少ないですね。いつも文法のビデオは英語を使って説明してます。もちろん日本語も使ってますけど、多分英語半分、日本語半分くらいだと思います。なのでせっかく私は日本語のネイティブなので、私の日本語をもっと使いたいと思って、このポッドキャストを始めました。はい、OK。OK じゃないね。はい、そんな感じです。で、きっかけはそんな感じ。で、これから、ちょっとイントロでも話したんですけど、このポッドキャストでは便利なフレーズ、日本人がよく使うフレーズ、それから日本の文化について話します。フレーズはもうね、150個くらい
リストを考えました。みんなに教えたいフレーズ150個以上あります。だからエピソード150まではもう大丈夫。心配しないでください。それからあと日本の文化ですね。文化についてもみんなとシェアしたいことがたくさんあるので、まあ50、200エピソード200くらいまではもうなんとなく考えてます。はい。なので皆さんこれからたくさん私と一緒に日本語を勉強しましょうね。シャドーイング、リスニング、ライティング、リーディングもね、そのスクリプト読むときにリーディングも練習できると思うので、このポッドキャストを使ってみんなの全部の日本語のスキルをレベルアップしましょう。はい。じゃあ今日はこんな感じ。そう。あと、もう200個ぐらいトピックは考えているんですけど、せっかく皆さんとねコミュニケーションが取れるので、ぜひこんなトピックについて話してほしいですっていうリクエストがあったらコメントで教えてください。チェックします。はい。じゃあ、皆さん今日は初めてのポッドキャスト聞いてくれて本当にありがとうございました。次のエピソードも楽しみにしていてください。じゃあ今日も日本語の勉強お疲れ様です。明日も頑張ってくださいね。じゃあ、どうやって終わり方を考えてなかった。どうしようか。じゃあまた次のエピソードでかな？ OK。また次のエピソードで会いましょう。せーの、ニンニン。またねバイバイ。7分。OK。